ということで今日はね、この前走りもちょっと見ていただいたんですけど、ランニングに大切な骨格だったり、体のほぐしだったりそんなところをですね、リサコーチにいろいろ聞きながら、この間走る動画拝見させてもらったんですけど、今まで姿勢の評価とかって受けたことあります？姿勢の評価、ちゃんとした評価みたいなの受けたことないんですけど、自分の中ではすごい反り腰。そうですね、さすが反り腰だなと思ったんです。やっぱり、はい。でその反り腰でみさとちゃんってすごいその地面から反発をもらう力とか、いいものを持ってるんですよ。綺麗だった。走り方が本当綺麗だったんですよ。そうですよ。地面の反発をもらうっていうのが難しい方も多いですね。なんでそこはすごいいいところなんで、サブ3.5はそこの反り腰とかを改善していけば、問題ないかなって思いました。1週間のそのトレーニングスケジュールとか見てもすっごいストイックですっごいやってるので問題ないと思います。マラソンをやる上の資質で一番大事なのがコツコツできるっていうことなんで、もうそこはもうバッチリなんで、反り腰ですね。そこだけですね。背中が丸まらないんですよね、そうですね。反り腰で肩がついちゃってて、こことかがもう丸まらないんですよ。今日やるコンディショニングでだいぶあるようになると思います。背中の筋肉が今短くなっちゃってます。短くなっててガチガチに溜まっちゃってるから曲がらないんですよ。だからそこの背中の筋肉をほぐしてあげると柔軟性が生まれやすくなって前屈とかしやすくなるのと、ここの股関節周りの筋肉がギュッて短くなってますよ。ここも伸ばして、股関節周りも伸ばして、でお尻が伸びちゃってて使いにくくなっちゃってるんですよね。あとハムも伸びちゃってるんですよ、だからハムもその使われにくくなっちゃうんです、この状態で。そこの姿勢を改善すると使いやすくなるの。自分で気になる点ってありました？姿勢が立ちすぎそう反り腰で立っちゃってるんですね。だからその推進力がちょっと前に行きたいのが少し逃げちゃってるんですよね。それすごい思いました。あと走ってる時に気になったのが膝が内に入っちゃってつきました、自分で。なんかいつもその動画とか見た時に膝が内に入るなっていうのは思ってました。思ってました。そのなんで内に入るかっていうと、お尻の筋肉がなくて股関節が内側に入っちゃうんですね。膝の向きが今ちょっと内側に入ってる。足の形はねすごい綺麗なんですけど、股関節を外旋って外側にねじるので、そこの筋肉がちょっと硬くなってて弱くなってるので膝が内に入っちゃってるのかな。でこれは女子ランナーはほとんど膝が内に入りやすくなってます。そうですよね。そうなんですよ。それでやっぱ膝周りの怪我をする人が多いんですよね。今の骨格の状態だと膝とかがちょっと怪我をしやすくなっちゃうので、怪我をしないためにはやっぱ骨格をしっかり理想的な形に近づけてあげるといいなと思いました。お願いします。野球にもつながりそうだよね。そうですね。そうですね。あと隣こう。そうですね。投げる時とかも膝内に入っちゃうんで、それしっかりこう踏み込めるようになったら絶対球速上がると思うんで。踏み込めるようになると思います。本当ですか？ぜひお願いします。お願いしちょっとます。軽く投げてみても大丈夫ですか？じゃあガチでやらせて。ガチでお願いします。はい。私はここから入るんですよね。はい。こんなのもやっております。すごい。動かない。上手い人も間近で見ると感動するんですよ。そんな。ちなみにこの溜めるのって何なの？これ。なんか人によって違うんですけど、私はここで一回軸を感じた方がグッて体重を持っていけるんですよ。で、この反動で投げるっていう。かっこいい。かっこいい。あばらがついてるとかね、肩甲骨のちょっと下らへんまでに当てて、この首の付け根の後ろぐらいでゴロゴロほぐしてもらうといいですね。そうですね、手後ろにしてもらって、大丈夫そう？大丈夫そう。ちょっと痛いですね。ちょっと痛い。これちょっと痛いっていうのは普段やってる証拠ですね。やってない人ね、すっごい痛がります。こんなボコボコの入らないですよね。入らないですね。肩あたりがきついです。痛いですね。この辺は。野球やってるから。でそのまま頭つけち
気持ちよさそう。痛くないですか？はい、これは大丈夫大丈夫でですす。で手だらんと下ろしちゃってください。気持ちいい。なんか呼吸がスーって入ってくる感じが、背中がほぐれると呼吸がしやすくなりますね。ああ、そうなんですか。そうなんです。えはい、OK です。で次ですね、首の後ろをほぐすので首のところに当てちゃいますね。で顔を左右に動かしてください。首長いわ。どうですか？痛いです。結構痛い。そうそ気持ち痛いです。首がやっぱ凝るのが頭が体重の 10% ぐらいあるので、重いんですよね頭って、でそれを支えてるので細い首の骨とかでやっぱ凝りやすいんですよね。首硬いっていつも言われます。あ、言われますはでそのままはい。顎をちょっと引いてください。後ろに入ってると思うんですよね。頭の付け根の後ろにツボが入ってる。今ちょうどこのグーッと入ってるところが後頭下筋っていう後ろの頭の下の筋肉っていう字を書くんですけど、はいだからそこが凝りやすいので、凝りやすいと頭が前に行って重心が下がりやすくなっちゃう。でそこが硬くなると上半身グッてこう硬くなりやすいんで、上半身はもうほぐしすぎなぐらいの方がちょうどいいですね。走る前、あ、そうなんですね。上半身は上半身は下半身はほぐしっぱなしだと力入んないんで、ほぐした後に固めるっていうのが必要なので、今日やりますそれ。いつも筋トレしてるから大丈夫だと思うんですけど、意外と弱いっす。あ、そうです弱いっす。できるものとできないものの差が激しくて、多分今日やるのはみさとちゃんが苦手なやり方だと思います。はい、で OK です。ありがとうございます。で次なんですけど、ここのみさとちゃんが動かしにくいっていうこの背中のここの部分ですね、動かしにくいと思うんですけど、ここの胸椎っていうところなんですけど、背中のここの骨の部分を動かしやすくします。ここは硬い人がほとんどで、ここ硬いと呼吸が浅くなって走るとき苦しくなりやすいんですけど、ここを柔らかくすると呼吸がしやすくなって走るときも楽になります。おでこをつけます。で前でこう足膝曲げてもらって、でそのまま息を1回吸って吐きながら、柔らかい。ありがとうございます。でこの時に腰を後ろにグーって引く感じですね。つま先はつける。でこのままおでこつけちゃってくださいね。OK。でローラー持ちますね。いきますね。で息を吸って、で吐きながら腕曲げて、腰をちょっと失礼します。後ろに引きます。そうそう。うーっと。ここがなんか存在感出てますね、肩甲骨の内側。感じます。はい、この間が。すごい。で戻す、息吸って、で吐きながらふーっとし。はい、OK でーす。伸ばしたことないところが伸びてる感じします。そうですね、伸ばしたことないですね。私もこれやるまで伸ばしたことないって感じでした。前に行きやすいとやっぱこっち負担がくるので、それを直しにしたいと思います。仰向けに寝てください。膝をそうです曲げてもらっていいですね。でちょっと修正しますね。足の幅修正しちゃいます。はい、修正しちゃいますね。でこのままリラックスしてください。でですね、首の後ろのストレッチと肋骨を締めるので、息を1回吸ってください。そうスル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 で吐きながら顎をキューッと頭つけたまま顎をちょっと引いてみてください。吐きながらそう吐いた時に肋骨をギューッと締めるんですが、地面に肋骨をつける感じだから潰す感じです。上からでこれをやっていきます。で私上から押しますので、こういう感じかと思っていきますね。ちょっとみさとちゃんからね、息吸ってください。吸って吐いてください。ふーっとちょっと失礼します。顎を引いて後頭部を長くしまって、もっと吐いて、ちょっと開ける、まだいける。はい、でこのまま息吸って、吐いて、後頭部長く、そうって肩下げますね。ぐっと締めます。潰す感じですね。ここにつける感じ。地面に。はい、吸って、吐いてください。ふーっと。
後頭部長くして吐き切る吐き切る吐き切る、まだ締められる吐き切る吐き切る、そうそうそう締める吐き切る吐き切る吐き切る、まだいける、はいもう一丁いきます。はい OK です。ありがとうございます。すごいなんか締まりやすくなりました。動いてる感があります。はい。ここ肋骨なんで、肋骨って軟骨でできてんで動きやすくなってああ、後ろに行きやすくなりますね。かかと出てきました。かかとに感じます。はい、そうです。この首の後ろが伸びて肋骨が閉じると後ろに行きやすくなるんですね。はあ、すごっ。息がしやすくなる。あ、さっきより全然肋骨出てない。今のやってもらうと、すごく楽になります。自分だったらこうふーってやるといい感じですね。肩が力入っちゃうといけないんで、肩はこうぐっと下げながらふーっと肋骨を潰すようなイメージですね。首こうなりがちですね、これ。そこがダメで伸びちゃいけないんで、後頭部長くしながらこれ引くの。そう。意外と腹筋にきますね。この辺使ってる感じが。インナーマッスルにきます。はいはいは両足乗せて前後に交換して、ちょっと前ももをほぐしてもらいたいんですけど、ここがすごい張りやすいんですよ。張りやすそうですよね。どうですか、大丈夫そう？あ、気持ちいいです。あ、大丈夫ですか？はい、気持ちいい。あ、よかった。これで痛くないのは、真面目にやってる証拠ですね。そうなんですか？日頃真面目にやってる。背中は痛かったです。あ、背中痛かった。結構走った後とか前ももがパンパンになって次の日とか硬くなっちゃうことが多いです。その股関節が内側に入ってて膝の内に入りやすいので、パンパンになってると思いますね。で反り腰なんでやっぱここの前ももの筋肉が短くなっちゃってるんで、テンションが上がっちゃって硬くなっちゃってますね。お尻のストレッチするので、お尻をですねほぐしてからこんな感じで。大丈夫ですか？大丈夫です。お尻の筋肉が硬いと、股関節が内側にねじりやすくなっちゃって膝痛の原因になるので、結構こういうストレッチ動画とかあんま見ない人多いと思うんですけど、すごい走るより大事だったりします。ねえ、どうなのね。本当に走るんだったら絶対やんなきゃダメっていう。そうなんですね。テーピングぐるぐるにして走ってる人見ると、ちょっと走るの休んでいいからストレッチしなさいと。そうです。したりが本当に大切。大切なんですね。ほぐしてもらうだけでランニングフォームかなり良くなります。そんなに違うんですね。もう私は本当知らないです。ちょっと遠回りしたなと思うぐらい。知らないと絶対多いですよね。お尻と股関節の関係性ってなんか何なんですか？お尻と股関節の関係は足の太ももの骨ありますよね。大腿骨っていうんですけど、大腿骨のこの付け根のところって大天使って言いますよね。2人だったら写真とか見たことあると思うんですけど、大天使に腸殿筋、梨状筋、中殿筋とかお尻の筋肉くっついてるんですよ、付け根とか。だからお尻の筋肉が硬くなると股関節が硬くなって動きが悪くなっちゃうんです。お尻のストレッチを、やってもいいんですけど、やる前に筋膜リリースしてからやると伸ばしやすくなる。なるほど。はい、OK です。ありがとうございます。みさとちゃんとすいさんは反り腰なので、股関節の股関節周りの筋肉ですね、腸腰筋とかご存知だと思うんですけど、そこが突っ張ってて硬くなっています。それによって腰が反っちゃってるので、この腸腰筋をほぐしてあげたいと思います。これを置いてもらって、痛そう。気持ちいいですか？これやってます？普段。私やってないです。ちょっと伸びしろだ、ここ。こうやって寝るだけなんで前でいいですよ。そう、寝るだけ。そう。当てるだけ。これ30秒当てます。どうですか？気持ちいい。気持ちいいです。次反対いきますなんでね。できないでしょうか。膝か。膝30キロまでどれぐらいのペースで走れてました？一応サブ4ペースでずっと走ってて、でどっかで崩れたって感じです。膝がね。膝が激痛でした。そうだよね。膝痛いっていっぱいいるからね。中学生ぐらいの時に一回水溜まって膝、水2回ぐらい抜いてるんですよ。
膝ちょっと弱くて、野球で練習で走りすぎてハマっちゃって。OK です。ありがとうございます。失礼しますね。では次、お尻のストレッチをしていくんですけど、膝を曲げて、お尻を床につけて、ふーっとつけていきます。これをちょっとやっていきましょう。で、でなるべくお尻地面につけるようにします。で、上半身を少しだけ起こしましょうか。胸張る感じ。そうです。ぐーっと。めっちゃ伸びます。伸びてます。伸びてれば OK です。これ30秒ぐらいやっていきますね。で、呼吸止めないようにしてください。股関節が内側に入っちゃってるので、今外側にねじってますよね。これでストレッチしてるので、膝が内に入っちゃってる人はこのストレッチすごいおすすめですね。はい、じゃあ次反対に行きましょう。で、この後筋トレに移りたいと思います。お願いします。ヨガブロック、これを使います。で、クラムシェルって普段やってますか？これ使うと楽なんですけど、このままこう膝上げ下げしてお尻を鍛えるやつやってます？やってないです。あ、これね、これやった方がいいです。膝が内に入りやすい人ってこのクラムシェルやるとちょっと難しい言葉を使うと深層外旋肋筋っていうところ、お尻のインナーマッスルの股関節に外旋させる筋肉、これを鍛えられるので、膝が内に入っちゃってよく怪我する人はこのクラムシェルやってもらうといいですね。やっぱお尻のトレーニングとか、あとスクワットもこのクラムシェルやってからやるとお尻の筋肉にしっかり効かせられます。で、このやり方なんですけど、つけてもらって頭で、ここのウエストのとこありますよね、お腹のとこ、ここがネズミさんが通れるぐらいの隙間を空けます。これがベチャってついてるとクラムシェル全然効かないので、上げてもらって、ここが膝が曲げてもらって、でお尻に手当ててもらうと分かりやすいね。このまま開けて閉じる、開けて閉じる、そう震えるんです。この震えるのをシェイキングっていうんですけど、シェイキングしてるとその深層の筋肉に効いているっていう体の反応になるので、シェイキングを筋トレの時できてればそれが効いてるってことです。そうなんですね。そうなんですよ。シェイキングさせたい。鏡があると鏡で確認しながらやってもらうといいですね。で、ここがちょっと失礼します。ネズミさん通れるようにで、ここつけた骨盤つける感じですね。で、失礼します。ここありますよね。ここが崩れたしね、四角をキープする感じですね。で、ちょっと失礼しますね、失礼します。そう、これでいっていきます。で、これで膝を上げてください。はい、で、失礼します。で、この時に後ろに骨盤からにここ入ってるの分かりますか？で、閉じる、開ける、閉じる。で、このやってる間中にここのお腹の隙間が潰れないようにします。15回やりましょうか。バンドとかある人はバンドでやった方がいいとか、そうなんですか？バンドつけちゃうといろいろ太ももで上げようとしちゃったりとかくるので、バンドは上級者向けですね。そういうことですね。この体幹キープしながら、で股関節に効かせるっていうか、確かに結構体幹キープしながらやると相当きついと思います。難しい。できますね。で、ちょっとごめんなさいね。少し見る感じ。そう、腰反らないようにします。ここにネズミ通れるか通れないかで全然違いますね。そう、ネズミさんがいるかないか。マウスハウスっていうんですけど、そう、ネズミさんが通れないぐらい潰れちゃうと、このまっすぐをキープしながらやるっていうのがすごい大切になります。全然効きが違います。つい聞きました？今何回やりました？ 15回やりました。ただ反対いきます。きつ。聞いてます。聞いてます？よかった。膝とかにつけやすくなってるか確認していてください。どうですか？キュッて中に入る感じがある。そうなんです。じゃあこっちから見てみましょうか。で、この今クラムシェルやって深層外旋肋筋を刺激すると膝が外に抜けやすくなります。さらにこの後ワイドスクワットをやって、さらに外旋させたいと思います。このワイドスクワットなんですけど、ワイドスクワットは走る前30回2セットとかです。走る前にそんなやっていいんですか？それがやらないと多分ほぐした後が力入りにくいと思うので、30回2セットちょっときつそうだったら、30回1セットでもいいんですけど、ちょっとやり方を説明しますね。
もしストレッチポールとかある人は支えにしてもらって、もしない人は手腰に当てたりとかしても大丈夫です。でやり方なんですけど、膝を肩幅ちょっと開く、よく開いてもらって、つま先の角度45度ぐらいにします。開きすぎないのがポイントなんですね。でそのまま膝が内に入らないように正面に膝を内転筋内ももを見せるようにして下ろしていきますね。この状態で上げる時も内転筋を正面に見せるようにお尻に力入れながら股関節をグッと外旋させたまま上げます。上げてこのお尻のテンションが落ちないようにここに力入れた状態でまた下ろして、これは結構きつい。やってみましょうか。イルカージちゃんからちょっとやったことのないスクワットですね。これはやったことないですか？なんかいつもと違う感じです。このまま息吐きながら押してください。そう、内転筋で向こうに押して、ああ、結構効きますね。そう、股関節にピリピリしてるんです。はい。10、オッケー。効きます。効きました。はい。お尻とここにも効くの。そこです。大丈夫ですか？大丈夫です。このテンションとここがこう張りが良くなって、膝が内に入りにくくなってると思います。でこの状態で走ってもらうと、すごく走りやすい。楽しみ。走るの楽しみだよね。で次なんですけど、次動的ストレッチ。心拍数が上がって動きが良くなる。ちょっと股関節の動きを良くしたいので、ちょっとここをほぐしていくんですけど、今ちょっともも上げその場でしてみてください。で置いてもらって、このまま息吐きながら横に上げていきます。横に。はい。これで一緒にやっていきます。で、1、2、3。上げるとき息吐きましょう。4、5。股関節を意識しながら6、10、OK です。大丈夫ですか？はい。今ちょっとまたももの上がりを確認していてください。あ、さっきより上がりやすくなった。スムーズになりました。で次ですね、足を前後に動かしていきます。ダイナミック。動的ストレッチはダイナミックストレッチとも言います。ダイナミックに動かしてください。高く開けて後ろにも高くなる。ついさん後ろに腕うっと振っちゃう。あ、はい。そう、振りづらいところなんですそれが。そう、私腕が本当に硬くなるんですよ。走ってると足じゃなくて腕が痛くなって失速するんですよ私。僕ない？背中が動かしづらい。そういうことなんですよね。次反対ですね。見てもらって反対の足伸ばして。はい、OK です。で次ですね、横に動かすので、こっち壁についてもらって、ありがとうございます。でもプロはすごいよ。あんなに上がんない絶対。いや、上げることが目的じゃなくて、はい股関節柔らかくなればいいんで、はい柔軟性は人それぞれなんで、無理に上げようとしなくて大丈夫です。股関節が柔軟に動けば大丈夫です。次ですね、上半身動かしていくんですけど、腕を大きく回してください。肩甲骨を動かす。そうで、走る前だったらこれやりながらスキップやってダッシュやるとすっごい走りやすくなる。これよかったら。あ、見る。これやってる人見る。選手やってます。やってる。上に飛ばないで前に進むのが大事なので、前にやるとその前に行くんですけど、さっき肋骨締めたじゃないですか。それの応用で息吸ってで吐きながら、ここのお腹と背中をくっつけていきます。で吐き切って戻す。息吸ってで吐きながらふーっと戻していきます。でそのまま息吸ってで吐きながら、そうでぐっと潰す。でここのお腹と背中くっつけるようにします。そう、お腹と背中、腕を遠くに伸ばして地面から浮かしちゃってください。はい、OK です。地味に効きますね。効きました。はい。で立ってください。で次は4点くらいまで腹筋の種目なんですけど、このままこう足を引きつけていきます。
ですね、しっかり刺激入れて固めてあげると力が入りやすくなります。わお。手のひらの上に肩がくるようにしてもらいます、でこの状態で足を上げてみてください。そう2、そう近づける、3、4、10、あと10回、1、ね、本当だ、外反母趾だ。すごくないですか？外反母趾だ。でこの外反母趾だとアーチが落ちちゃってるんですよね、落ちちゃっててふくらはぎの負担がすごい大きくなっちゃうんですよね、アーチが落ちてて今支えてるのが母子球、この指と母子球、小子球、かかと、この4点で支えるのを今外反母趾なんで4点で支えにくくなっちゃってるんですよ、足の指の力とかが使いにくくなっちゃってるので、ちょっとそれをほぐしてからいきたいと思いますね、で座ってもらって、足の指の間に指入れてもらっていますか？めっちゃ入りづらい。入りづらい。あ、じゃあちょっとそれもお風呂の中でやってもらったんですけど、でアーチを押さえてもらって、こっちの手で親指で土踏まず押さえてもらって、足首を回してください。ぐっと動かしにくいか。硬いですね、足首が。関節が足指とか、足の関節硬そうですね。硬いです。そうするとこの足の指とかが使いにくくなっちゃってるんで、ふくらはぎ結構疲れちゃうんですよ。走ってる時ふくらはぎとか疲れる感じありますか？結構ありますね。ありますか？あと結構パンパンに走った後とかもなります。それは外反母趾でアーチが落ちてるからなんです。もうこの時点で痛いです。指入れるだけで。毎日のルーティンはい、入れてください。で、これでちょっと立ってもらっていいですか？足の指だと使いやすくなってますね。なんか感じます、指を。感じます。はい。これで地面が掴みやすくなってると思います。これだけでも全然違うので、やってもらうといいですね。I had a feeling you'd come back and save me from all